皆様、本日はこちらのじゃがいもとソーセージ、あとチーズ、こちらを使って焼きながら巻くだけで簡単にできるポテトチーズドッグやっていきたいと思います。はい、やっていきます。今回はちょっと2本分、結構ね、これコストコとか普通にスーパーでも売ってるんだけど、ちょっと大きいソーセージ使うので、こちら2本分を作ろうかなと思います。で、じゃがいもを4つ用意してください。今回男爵芋なんだけど、こちらの皮剥いちゃって、で剥いたのがこちらに、ここでいいんかな。これいつも包丁のなんて言うんだろう、この角の部分使ってるんだけど、きっとこれで剥けるんでしょう。こちらで目を探せ。あった。ここをくり抜くと、お、いける。綺麗に取れた。やるわこいつ。こんな感じでもう普通にピッて取れば目は取れるんで、こんな感じで、こちらを千切りにしていきます。でもうこういう千切りの、僕はこのスライサーを使うんだけど、こちらでもうこれ往復できるやつ、こんな感じでシュッと、今中にあるんだけどごめんね、こんな感じでどんどん千切り作っていきます。でこちらちょっとね、タツさんお願いします。ということでしゅんちゃんにお願いして、その間に残りの材料を準備していきます。ほい、じゃあまず卵2個、卵2個に、こちらに今回ね、味付けはこちらのクレイジーソルトにしようと思ってるんですよ。なんで焼く時にもちょっとかけるんだけど、まず卵の上に少々香り付けがてらね、少量で大丈夫なんで、こちらかけていきます。で僕たちはね、今回クレイジーソルトを使うって言ったんですけども、なかったら全然普通に塩、あとちょっと少量の胡椒とか、味付き塩胡椒とかそういうのでも全然大丈夫なんで、別にクレイジーソルトがないからって全然普通の塩で大丈夫ですよ。今回のソーセージ、ポテトチーズドッグに使う分以外のソーセージは普通に食べます。でソーセージなんですけれども、ちょっと火入れを早くしたいんで切れ込み入れときます。で片面をこんな感じで斜めに切れ込み入れたら、裏側もじゃあこんな感じで切れ込みを入れて、残りのソーセージも同じように切れ込み入れていきます。はい、じゃあソーセージに切れ込みを入れ終わったら、こちらしゅんちゃんがやってくれましたじゃが千切りなんだけど、これで4個分ですね、じゃがいもで、ここにお塩、ちょいたっぷりめぐらいで、こちらちょっと塩となじませて、でちょっと余計な水分出してちょっと絞りたいと思います。なんで塩を混ぜ合わせたら、この状態でちょっと数分放置で、この間にソーセージだけ先に焼いておきます。フライパンに油ちょりっと、でこの後このフライパンでじゃがいもも一緒に焼くんですけれども、その時にね、結構たっぷりな油で焼くので、ソーセージ焼く時もちょっと気持ち多めの油でやってあげて、ソーセージのうまみをね、この中に出します。ソーセージ多分4本焼いてるけど、そのうち2本はそのまんま僕たちのご飯になります。普通に食べちゃうと思います。で中火ぐらいでソーセージにね、火を通していきます。で前もってソーセージは焼いとかないと、別にボイルとかでもいいんですけれども、焼いとかないと、中まで最後ね、こちらを巻くので、いろいろじゃがいもとかで中まで火を入れるのが難しくなるので、最初に前もってソーセージに火を通しておきます。もう美味しそうなんだけど、この切れ込み、これ美味しいよね、このソーセージ。前はさ、コストコでよく買ってたのにさ、スーパーにも並ぶってね、よく買わせていただいてます。でこうやってね、切れ込み入れてるから火もね入りやすくなってるので、じゃあソーセージは2分ほど焼いたらちょっと一旦取り出しときます。そしたら最後こちらのじゃがいもなんだけど、ちょっとねやっぱしばらく放置してると水分も出てくるんだけど、やっぱちょっとずつね色も変わってくるので、ソーセージ焼いてる 2,3 分の間に結構水分も出てくるので、そしたらこちらちょっと絞っちゃいます。でじゃがいもね、これをいきますよ。わかるかな、結構水分出るんですよ。はい、こんな感じでじゃがいもの水分どんどん捨てていきます。じゃあこちらで水分絞ったじゃがいも
用意できたらあとは全部焼いていきます。先ほどのちょっとたっぷりめの油をひいたフライパン、ソーセージのねうまみも出てます。さあここにじゃがいも、千切りにしたじゃがいもをちょっと散らしていって、で火は中火、弱めの中火ぐらいで結構薄く広げていきます。じゃがいもは薄めに広げていって、はい、そしたらここにちょっとクレイジーソルト、普通のお塩とか胡椒でも大丈夫です。ちょっと軽く振って先ほどの卵、おっと全部白身が散らして、これつなぎ代わりにしますので、ドバッてやらずにまんべんみたいな、そうまんべんなく隙間を埋めてあげる感じで卵を適当に塗ってあげたら、ここにチーズを2つほど入れて、ソーセージ、そしたらあとはこちらをどんどん巻いていきます。ただ色とかを見てもうちょっと焼いてもいいかな。はい、でじゃがいもがちょっとパリッとしてきたらこちら巻いていきます。わかる？いい感じ、いい感じだね。であとはもうちょっとこういう風にどんどんくるくるっとはい、OK。これでポテトチーズドッグ、こんな感じで巻いてホットドッグ状にねしてあげたら完成なので、実際に食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずは乾杯です。これね、じゃあ乾杯。うまっ。で今回こうちゃんに作っていただいたやつなんですけども、これはね本当に僕たちサムネイルとか撮ってるんで時間かかっちゃってるんですけど、皆さん出来たてをねぜひ食べてみてください。では食べていきましょうか。もう俺これさ手でいっていい？いいよいいよいいよ。じゃあいただきます。これはうまい。うまっ。もうサクサクだし中ジューシーだし、もうチーズの加減と塩加減がもうバッチシ、絶妙だね。うまい。うまっ。これは最強だわ。外側のさカリカリ加減がめっちゃうまいね、俺も手で食べていい？本当にうまい。これはお子さん喜ぶよ。マジで大好きだと思う。大好き、本当に。いただきます。ケチャップバージョンで。ケチャでね、いただきます。抜群、最強。ああ、ということで本日はですね、焼きながら巻くだけでできるポテトチーズドッグをこうちゃん作っていただいたんですけども、もうね皆さんの多分ね耳にもね届いてると思うんですけど、このねパリパリ感がめちゃくちゃ美味しいです。食感が
で味付けもねこうちゃんがしっかりつけてくれてるんで何もつけなくても十分味がして美味しいっていうのと、ケチャップをつけたらねさらにねお子さんが大好きな味になってるのでおすすめかなと。で今回僕たちマスタードが用意してなかったんですけど大人の方はマスタードつけたらまた味変になって美味しいんじゃないかなと思います。ホットドッグとかにねつけるようなものは全部合うだろうしね。絶対美味しい。これでも本当にねマジで美味しいし、このサクサク感多分届いてると思うんだけど、絶対今回届いてる。もうこれね5分以上経ってんだよね、焼き終わってから。だからそれでもサクサク感だから、マジでこれ屋台とかで出してくれたらマストで買うよね。マストで買う、間違いなく。で今回さ僕たちこの棒みたいにないじゃん。もう棒に刺してくれたらなおいいよね、このまま食べれたらね。はいという感じでございます。ぜひ皆さんとっても簡単なので作ってみてください。以上です。ごちそうさまでした。以上です。いや海外の方も見てくださってるからどんな役になってるのかなってちょっと気になるけど出すってあるのかな。言い間違いって言い間違いは多分無理なんかな。まあ分かんないですけど伝わってくれたら嬉しいです。じゃあ以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。